紫式部と感染症。光る君へに学ぶ日本史。なぜ疫病の悲惨さを源氏物語に書かなかったか。995年省略6年4月、京の都を疫病が襲い、路頭には死体があふれ、地獄絵図さながらの光景に紫式部たちは目を覆ったはずである。平安時代に編纂された歴史書本朝世紀には、天然痘やはしかなどの急性の感染症が京の都に蔓延したことが記録されている。紫式部たちがいかに感染症と戦ったかについて詳しく見ていこう。1000年以上前の京都の町では、感染症、特に痘瘡と呼ばれた天然痘が蔓延して、膨大な死体が巷にあふれた。流行は993年省略4年の秋頃に九州から広まり、この年に一条天皇も罹患した記録が残っている。一条天皇は何とか回復して995年に年号を省略から長徳に改めたが、全く効果はなかった。紫式部はこの翌年に父親の為時と共に越前に下校することになるが、この時はまだ都にいて惨状を目の当たりにしている。藤原道長はちょうど30歳となり、権大納言の地位についていたが、兄の関白道隆が急死する。道隆の死因は過度の飲酒による糖尿病の悪化であった。道隆の後を受け関白となった道兼は、就任後わずか数日で逝去したため7日関白と呼ばれる。道兼の死因は流行していた感染症の痘瘡、つまり天然痘であった。この時に死んだのは道兼だけではなく、995年の3月から6月の4ヶ月間で中納言以上の公卿11人のうち7人が天然痘で死亡している。そして道長と惟親を含めたった4人の公卿だけが生き残ったのである。天然痘はウイルスによって起こる感染症で、まず高熱が出る。一度は熱が下がるが、間もなく再び発熱して顔や手足に発疹が現れ、水疱となる。水疱がやがてかさぶたとなって、病気が治ったとしても顔などにブツブツの痘瘡が残る。紫式部や清少納言もおそらく天然痘に罹患し、この痘痕があったであろうことから不美人であったとする説がある。そして天然痘といえば、作家の夏目漱石も罹患して痘痕が顔に残り、ロンドン留学時代に引きこもりになった時期があった。天然痘の周期的な流行は平安時代以降も続き、明治時代でも死亡率は 25% を超えていた。平安時代末期の鴨の長明の北条記には、流行法院という僧侶の次のような話が綴られている。感染症で次々と亡くなっていく人々に、彼は何かしたいと考え、遺体の額に「あ」という梵字を書いていった。すると都だけで遺体は42,300の数に及んだという。当時の京都の人口はおよそ10万人と言われているので、
約4割強の人が感染症や飢饉などで亡くなったことになる。平安時代には天然痘以外にも腸チフス、ジフテリア、赤痢、マラリア、そして麻疹が流行した。特に麻疹と呼ばれたはしかは感染力が強く大きな被害を出している。当時の資料で最初にはっきりと麻疹が登場するのは998年長徳4年のことである。26歳となった紫式部はちょうどこの年に藤原信孝と結婚している。天然痘がもがさと呼ばれたことからはしかは赤もがさと呼ばれた。天然痘に似ているが赤い斑点が体に出ることから異なる病気として区別して赤もがさと呼んだ。中国では麻疹と言われたが、日本ではしかと呼ばれたのは喉がチクチクして痛く、はしかいことからはしかと呼ばれたようである。日本疾病史には平安期のはしか、麻疹の流行が年表化されている。それによれば998年を皮切りに1025年、1077年、1093年から94年、1113年、1127年、1163年とおおよそ20年ごとに起きている。一度はしかを罹患した人は免疫ができて次にかかりにくくなるため、感染流行はサイクルとなる。はしかの感染流行と集団免疫のサイクルはこの時期から確認できるのである。赤染右衛門たち女房が中心となって執筆したとされる映画物語にははしかについて詳しく記録されている。はしかは下人、つまり使用人は死亡せず、4位以上の貴族、つまり中級以上の貴族の女性たちが犠牲となったと記している。下人たちは普段からいろんな人と接しているので自然に免疫ができている。ところが中級以上の貴族の女性は普段は庶民社会からは隔離されているため大きな被害を受けたと記述しているのである。赤染右衛門たち女房は医学が未発達な平安時代にあっても鋭い観察力ではしかを的確に分析している。ところで左大臣となった道長は紫式部が結婚した998年長徳4年32歳の頃から体の不調を訴え出している。この時の病は腰痛とか邪気の病と記録にあるが、道長はかなり苦しんだようだ。道長は再三にわたって天皇に内乱の職を辞めたいと申し出たり、出家して本意を遂げたいとまで言っている。一条天皇はもののけの仕業によるものらしいから落ち着くのを待つようにと道長に体感を思いとどまらせている。道長は西暦1000年長宝2年にももののけの病に苦しんでいる。この時は祈祷や度胸が行われ、陰陽師安倍の生命の進めるまま転居を繰り返し、その甲斐あってか徐々に回復に向かっている。道長は若い時から病弱で、持病の糖尿病にも
ずっと苦しめられている。生命は道長に食事制限なども行っているため、その結果一時的に血糖値などが改善されたと考えられる。この平安時代に魔神はしかが日本各地で猛威を振るった。そしてこの病で大勢の貴族たちが亡くなっている。しかし持病の悪化で外出できなかった道長はずっと家にいたため、はしかにさらされることもなく救われている。やはり最高権力者になるような人物は人並み外れた強運も持ち合わせているようである。1001年長保3年、紫式部は結婚してわずか3年で夫藤原信孝を疫病で失う。そして信孝の死をきっかけに源氏物語の執筆に本格的に取り組むのである。しかし紫式部は源氏物語に疫病が蔓延した悲惨さをあえて描かなかった。それは彼女が身近な多くの人々を失い、あまりにその体験が悲惨だったからだと思えてならない。我々の生活もコロナウイルスの感染症で大きな影響を受けた。種類は違っても感染症に我々人類が影響を受けたのは平安時代も現代も同じなのかもしれない。